こんにちは、実況の鈴鹿です。新潟港から北海道の苫小牧までの船旅を紹介したいと思います。約18時間の船旅です。他にも舞鶴、敦賀、秋田から小樽、苫小牧までの船が出ています。船内が可愛く梅雨仕様になっていてよかったですね。で、長い廊下を歩いていきますと、ここが私たちの寝室です。私たちがいた時は誰もいなかったので貸し切りでした。で、船内にある温泉は窓から海が一望できるめちゃくちゃ絶景温泉でした。はい、こちらにはマックをカタカタして切ってるやつがいますね。そして展望デッキです。綺麗ですね。本当に海風を感じながら水平線を見るのめちゃくちゃ気持ちいいです。そしてお昼ご飯、こちらタヒチでいただきました。ランチメニュー、ディナーメニュー、朝食メニュー全部違っていて、私はうどん、お母さんはソースカツ食べました。店内も広々してます。ドすっぴんでうどんとソースカツ丼をがっついている私をご覧ください。この素敵な船旅は車1台大人2台で33,800円でした。めっちゃ安くないですか？期間によって値段が変わったり、部屋もツーリストからスイートがあって値段も様々ですが、船の上で過ごす一日もめっちゃ素敵な旅の時間だと思うので、時間に余裕のある旅行なら船旅が断然おすすめです。はい、そして18時間の船旅が終わり到着しました。苫小牧です。イエイ。白飛びしてますね。すいません、何も見えないですね。苫小牧上陸です。イエイ。お、やばい、シートベルトがない。こんにちは。はい、イエイイエイイエイ。空も綺麗で、もう一気に北海道に来たっていう感じの景色ですね。日本一周頑張ってください。すごいなと思います。早速馬とかもいますね。やっぱりすごい北海道の自然を感じれますね。まず一発目に苫小牧でやってきたのはこちらウトナイ湖ですね。ウトナイ湖は周囲9メートルあり、原や湿原などの豊かな自然が形成されています。このことからウトナイ湖は動植物の宝庫、野鳥の楽園とも言われています。それだけあって見てください。なんか鳥がいました。おーいと思ったらお母さんと交信してますね。はい、こちら白鳥です。野生の白鳥は初めて見ました。この白鳥は多分羽が折れてるのかな。飛べないみたいで、でも必死にここに住んでる虫とかを食べて生きていました。かっこいいです。はい、こんにちは、鈴鹿です。昨日の夜フェリーで苫小牧に着いて、ほんで1泊して、今は襟裳岬に向かって走らせてます。ほんで襟裳岬に行った途中も車走らせてるだけでもう一生絶景っていう感じです。馬とか牛もいっぱいおって、ほんで今寄ってきた場所がニーカップっていう町の道の駅なんですけど、すごい結構面白かったです。ニーカップはサラブレッドの生産地として有名らしくて、明治時代からずっと馬とか競走馬とかが生産されてるから、北海道の中でも有名な場所らしいです。なんででっかい馬の銅像があったり、いろんな今までの活躍してきたサラブレッドの写真と名前がなんか彫られた石像みたいなやつがあって、これは競馬ファンにはたまらん道の駅やなって思いました。なんかレコード館っていうのもあって、入場が300円いるんで私は行ってないんですけど、なんかいろんなレコードが踊ってるんかな、わからんけどレコード館っていうのもありました。でここで見つけたのが
ピーマンソフトクリームってあって、私ピーマン一番嫌いなんですよ、野菜の中に。なんかそれ見た瞬間、食べないとあかんっていう使命を感じてしまって買いました。味は一口目はまあまあピーマンふわっ、でもソフトクリームやったら全然食べれる。食べとったら慣れてくるんですけど、だんだん溶けてきたらなんかピーマン感強くなってきて、ちょっと最後らへんがもういらんってなった。多分ピーマン好きな人やったら好きかなって思います。なんかウニソフトとかもあって、この道の駅なんかツッコミどころ多いし、見どころ多い道の駅でした。じゃあこのままちょっとドライブして面白いとこあったら寄ってえりも向かっていきます。途中に浦河町っていう町があって、そこの建物がなんかシルバニアファミリーみたいでめっちゃ可愛くって、街灯一つもすごい可愛くって2周ぐらいしてしまいました。やっぱ海沿いのドライブはほんまに最高です。ひたすら続く海岸線と潮風の匂い、カモメの鳴き声。正直北海道に来る前はイメージはもう緑、山っていう感じやったんですけど、いや北海道って海も綺麗なんやなっていう発見がありました。